こんにちは、バーチーです。よろしくお願いします。こんにちは、トマト大好きキリタンです。よろしくお願いします。今回のテーマも得点で、均衡について見ていくよ。前回の動画が完封でしたね。バーチーさん、均衡はどのような状況で起こりますか？そうだね。まずは、タイルの偏りがないこと。ラウンドで出るタイルの期待値は、2人戦の場合、タイルは各ラウンドで20枚出るから、1種あたり4枚。そうだね。だいたい3から5枚ずつ出ると期待値通りだね。偏りが大きいと、一手で一気にタイルが取れるので、得点差がつきやすいですね。あとは、自分と相手が互いにミスをせず、手を進めていけること。もしかしたら、こちらの方が大きいかもしれませんね。つまり、偏りがあっても、お互いうまくタイルを取るから、差がつきにくくなるんですね。その通り、今回はそれを見ていこう。キリタン、対戦するよ。世界ランキング、上位を目指して頑張ります。さて、1ラウンドです。私が先行ですね。タイルは、黒2、白3、青4、橙6、赤5です。期待値と離れましたね。この配置なら、3列目ポジションが良さそう。まずは、青2を3行目に置きます。さて、相手はどうするか。黒1とスタプレ。相手は2列目ポジションで挑むようです。こちらも3列目を完成させるため、橙2を取ります。問題は、どちらの皿から取るか。相手は赤2を狙ってますので、橙2、赤2の皿から取ります。赤を重ねて失点を増やします。ここでシフトチェンジですが、私赤1、相手赤1と進むと、床のタイルは白1、青2、橙3。私青2、相手橙3か。そして私白2と進むので、相手の橙3は2行目に置かざるを得ない。この進行なら不満はないですね。相手も気がつき、すぐに軌道修正。このラウンドはこちらが優勢になりました。3列目を進めるため、白2を取ります。相手は黒1、そして最後の皿を私が選ぶことになりました。結論から言えば、私は青一択です。皿から白、橙、赤どれを取っても、相手に青2を阻止されます。皿から青を取れば、偶数種、床から取っても、相手に奇数種にされる。押し付けられるのは、橙か。最後の皿の応用テクニック。まさか、バーチーテクニックの使い手がここに。バーチーテクニックについては、パズルリプレイ動画その後で紹介してます。さて、2ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒5、白4、青2、橙4、赤5です。相手の狙いは、4列目ポジションですね。ならば、黒2か。やはりですね。これで、このラウンドは、私の5行目が完成できません。目線を変え、2行目は、青2と赤2があるし、いつでも取れそう。ここは、橙2とスタプレで、3行目の完成を見せつつ、先行を得ます。相手は、着々と4列目を完成させてます。で、残りのタイルですが、赤2は罠です。相手を妨害しようと取ると、白2を取られます。その後、私が赤2を取っても、使い道がない、というより、相手に、このラウンドだけで4列目を完成させられそう。仕方ない。妨害は、諦めて、こちらも得点を伸ばします。まずは、床の白1を取って、重ならないようにします。相手は、黒1で4行目を完成させました。私は赤2を取ってプレッシャーをかけるか。
いえ、相手白1、私白1、相手白1で、床のタイルは、黒に、大々に、赤3、こちらは、赤の使い道がない。この進行は避けたい。なので、大々1を取りましたが、これでどうか。黒は相手も使えないし、ここで赤を取ります。ここで白1、そしてまた最後の皿。私は白を取る一択です。床は黒に大々1、赤3です。相手大々1、私黒に、相手赤3ですね。相手にとっては最後にタイルを取ることになっても置けるところがある。しかも4列目も完成。このラウンドで17点と列ボーナス7点を獲得。やはりバーチーテクニックの使い手か。しかしこちらも1から3行目はつながってます。離されないよう均衡を保っていきます。さて、3ラウンドです。私が先行ですね。タイルは黒6、白1、青6、大々4、赤3です。白が出ないですね。私、相手ともに狙うのは3列目の完成。よって、私黒3、相手青3と進みます。ここは青2を取ります。先に2行目を完成させるだけでなく、黒は5行目で使いたいです。あれ、相手は赤2ですか。これは助かります。黒2とスタプレを取ります。次のラウンドは、白の期待値が8です。私の3行目をつなげるとともに、相手の4行目の阻止を狙います。また最後の皿。私は大々が欲しいですが、それだと偶数種、仕方ない。タイルが離れますが、青1を1行目に置きます。相手は大々2を取り、皿の上で奇数種を作りました。ここで大々2を取り、相手の4行目の完成を阻止。3列目の完成を遅らせます。こちらも2列目の完成が難しくなるんですけどね。さて、4ラウンドです。私が先行ですね。タイルは黒4、白8、青5、大々0、赤3です。なので、5ラウンドのタイルは黒3、白4、青3、大々6、赤4です。大々0、4行目が完成しないのは、私も相手も同じですが、私は1行目でも使いたかったので、ちょっと辛いですね。気を取り直して、白3を取ってタイルをつなげます。いい感じに床に黒2ができました。当然取ります。互いにタイルを完成できるのは5行目の青。これは1列目ボーナスに関係します。ただ、2手分けて取ると相手にいらないタイルを押し付けられます。できれば1手で欲しいところ。ここはとりあえず白1で。相手も白1。なるほど。絶対に青5が欲しいんですね。私は白1を取る以外、相手から黒2を押し付けられる。均衡状態でマイナス3点は痛い。見事です。ただ、相手の1列目は永遠に完成しません。すでに布石は打ってます。
5ラウンドの黒は3枚。先行は私。5ラウンドのタイルは分かってます。早速黒1を抑えたいところですが、こちらも白2で2行目を完成させます。相手も追いかけてきました。こちらは大々1で1行目を完成させます。相手は床の黒2を無視して皿の黒1。私が黒2を取れないと思ったのでしょう。残念ながら全て計算済みです。ここで私が黒2を取れば相手が何をしても最後は相手がタイルを取ります。押し付けるタイルは赤4。これで相手はマイナス6点が確定しました。あとはこちらの失点を増やさないようにケアしつつタイルを取りましょう。私55点、相手55点。両ボーナスが私2本、相手1本で私の勝ち。対戦ありがとうございました。キリタン、お疲れ様でした。ありがとうございます。バーチーさん。それじゃあ、感想戦をしましょう。今回はミスらしいミスはなかったですね。なので、均衡について、第1ラウンドから第3ラウンドは、得点差がほとんどなく、均衡を保ち続けても、タイル数が限定され、数がわかる第4、第5ラウンドでは均衡を崩しやすい。バーチーさん、今回の均衡が崩れたポイントは、第4ラウンド終盤、キリタンが相手にあえて青5を渡したところ、第5ラウンドの黒は3枚。ここで、相手に黒2を押し付けたので、相手が必要な黒は3枚。相手の2行目か3行目、どちらかは確実に阻止できますね。それにしても、今回の相手は強かったですね。バーチーテクニック、普通に使ってくるし。強いと思いますよ。マスター経験者ですし。そうなんですか。私、よく勝てたな。今回の対戦は見どころがたくさんありました。特にラウンド内の終盤。繰り返し見て、さらに精進します。感想戦はここまでにしましょう。キリタン、ご褒美です。トマトだ。トマト大好き。キリタンも喜んだところで、視聴者の皆さん、ご視聴、ありがとうございました。